おはようございます。たかしです。本日は5月3日金曜日、ただいま8時20分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。今週はいつも人気の月足分析動画です。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね。昨日のポンド円は陰線、ここのところ連続で陰線、そして今朝方、今も陰線で、今日の朝からまた下げてきておりますので、このまま下落、このトレンドラインを下抜けてくるのかっていうところに注目ですね。ストキャスティクスはもう少し下げる余地はあるんですが、そろそろ安値圏に差し掛かっておりますので、今は日足のこのトレンドラインにもぶつかってますし、そして GMMA にも接触しております。過去の動きを見ていると GMMA に接触すると反発をしておりますので、今回も今現在地は反発しやすいポイントですので、昨日も下落はしてきておりますが、ここからの下落はご注意ください。では4時間足です。4時間足は GMMA の青帯を明確に下抜けましたね。そして昨日上昇はしてきたんですが、結局 GMMA の青帯で上値を抑えられての下落になってきております。と考えると、現在は日足のトレンドライン付近にあるんですが、ここから上昇しても再び GMMA の青帯で上値を抑えられて下落する可能性が高いとは考えられます。ただ4時間足もストキャスティクスは現在安値圏にありますので、一旦の反発上昇を待ちたいですね。今朝は下落から始まってますので、このまま日足のトレンドラインを下抜ける可能性もあるんですが、下抜けると見せかけて急上昇してくるという、そういう可能性もあるので、そこは注意が必要です。まずは一旦の戻しを待ってからの次の下落の流れ、戻り売りですね、を考えておくといいと思います。じゃあどこまで戻すのかっていう話ですけれども、まずはこの白い水平線、この辺の高値を見ておくといいと思います。ここ過去に何度もサポートになっているの分かりますかね。そして過去はレジスタンスにもなっておりますので、だいたい 193.5 付近、現在が192円付近にありますので、結構上昇することになるんですが、そこまでぐらいは戻してくるのを待って、そこからの次の下落の流れを見ておくと安全だと思います。では1時間足です。1時間足は先ほど言った白い水平線の付近に GMMA の青帯が降りてきているのが分かります。本日下落から始まってますので、このまま下抜けていく可能性もあるんですが、ちょっとこの戻しでここから乗っていくのは危険かなと思っております。ですので、まずは GMMA の青帯ぐらいまでの戻し、それが先ほど言った 193.5 付近になるので、そこからの下落の流れをイメージしておきたい。逆にこの 193.5 付近を明確に上抜けてくると、次は上昇方向に動きやすくなりますので、その場合は196円手前ぐらいまで上昇していくと考えられます。では次はドル円です。ドル円は現在直近の上昇にフィボナッチリトレースメントを引いております。昨日はその 50% 付近まで下落をしてきております。現在も下落中ですので、このまま下抜けそうなそんな雰囲気も感じますね。下抜けできた場合っていうのは、このトレンドライン、白いトレンドライン、もしくはこの赤い水平線、この辺りまでの下落を考えておりますので、だいたい152円ぐらい、その辺付近まで下落をしてくると考えられます。ただストキャスティクスはこちらも安値圏にありますので、日足単位の反発上昇のタイミングは近くなってきておりますので、そこはご注意ください。では4時間足です。先ほどのフィボナッチリトレースメントの 61.8% というところにちょうど先ほど赤い水平線が走っております。ちょっとその辺付近に日足のトレンドラインもありますので、この辺りまでの下落は見ておきたいですね。ただここまで下落するかどうかは分かりませんが、今日も朝から強めに下落はしてきておりますので、152円ぐらいまで下げてきてもおかしくないと思っております。ただ4時間足もストキャスティクスは安値圏、日足も安値圏にありましたので、やはり基本的には反発上昇しやすいポイントは近づいておりますので、そこはご注意ください。なので上がったところから売っていく、戻り売りですね。下がってきたから売っていくんじゃなく、一旦調整の上昇したい、そこからの下落の流れに乗っていくっていう感じです。ポンド円と同じくドル円もこの GMMA の青帯で昨日はレジスタンスされて下落してきておりますので、本日も一旦上昇、そして GMMA の青帯でレジスタンスされればそこからの下落の流れをイメージしておくといいと思います。では1時間足です。1時間足昨日はこんな緑の矢印の動きをイメージしておりました。そんな感じになってきましたね。もう少し上昇してほしかったんですが、GMMA の青帯ぐらいまで戻してくれるとそこからの下落の流れが分かりやすかったと思うんですが、昨日は赤い GMMA に反応してますね。ここ今青い GMMA に普段は反応して下落する
のを利用するんですが、今回の場合は赤い GMMA で反応しての下落になっております。そして今日朝から下げてはきていたんですが、現在は153円という切り板にも当たりますし、先ほど言っていたフィボナッチリトレースメントの 50% 付近でもありますので、やはりちょっとこの辺は意識されてきそうですね。ですので本日も GMMA の青帯ぐらいまで戻していけば、そこからの下落の流れをイメージしておきたい。逆に言うと、その GMMA の青帯まで戻すのを待つっていうことが大切ですので、日足を見ているともう一段下落してもおかしくないと思いますが、フィボナッチリトレースメントの 50% にもありますし、現在ここでダブルボトムみたいな、そういう風にも見えてきますよね。ですのでダブルボトムからの上昇っていうところも考えられるので、まずは現在地付近からの反発の上昇を待つ。そして上昇してくれば GMMA の青帯でのプライスアクションを確認しておくといいと思います。ただ本日は金曜日ですので、あまり積極的なトレードはしないのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら今の月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。